いつも言ってる話やけど、書籍とか写真だけでは伝わらんことってあるので、それが動画としてね、伝えやすいし伝わりやすいかなと思う。見ていただいている方には、陶芸の道に進むっていう若い方が近年すごく激減してるので、絶滅危惧を避けたいのと、そうやね、後を継ぐものに継いでいかないといけないのが最終的な、その人の何て言うの、義務だね。共通して言えるのは地域のお祭りもそうやね。わかる？お祭りって途絶えたらもう、そのお祭りってほぼ、そういう継いでいかないといけないものを伝えていきたいと思ってる。そうやね。はい、皆さんこんにちは。アンドンのマジタです。今日は1月31日火曜日。ちょうど1年前ここで動画を撮り始めた。一番最初は開封動画やったかな。開封動画、お茶碗をいくつか買って、一つ子供のブロックのプラスチックの入れ物、あれなかなかいいアイデアやったけど、ゴミを送りつけてきたとも思えるね。だってプラスチック製品を捨てるのもね、エネルギーがいるわけや。エネルギーっていうのは何でも処分するには、今の時代で一番僕が目的としてた茶碗がボロボロボロっと欠けてたっていう。そうやね、ショックやったね。で初めて YouTube に動画を出したのが2022年の2月3日節分の日、だいたい1年前、で4、5、6、7と4日間空いて8日にまた動画2本目上がって、そこから毎日編集が大変やったよね、最初。全く動画編集って全く分からんもんで、だからずっとその頃ねパソコンに釘付けやった。そうやったよね。で1本目できて、次がなかなかできなかった、ちゃんとしたものが、そうだね。まだ子供が小さい頃、ながら逃亡という YouTube でろくろやってるとことか、家族でまだああいうものが今でも残ってるね。十数年前の、YouTube が残ってて、まだ子供が1歳2歳3歳ぐらいで初めて子供連れて水月釜に行ったとことか、今でも懐かしく見る時はあるんやけど、そうやって残るっていいなと思って、でね、その頃はもうただ撮ってあげるだけっていう感じやったけど、まあなんだろう、焼き物から離れて改めて、いつも言ってる話やけど、書籍とか写真だけでは伝わらんことってあるので、それが動画としてね、伝えやすいし伝わりやすいかなと、見ていただいてる方には、だからやってる、やり始めたということです。前からねやりたいと言ったけど、
ね音楽の動画でもなんか字幕がね歌詞がついとるとすごいなんかみんながありがたがるよね。それないやつだとコメントのとこに歌詞つけてくれる人がいるもんでみんながすごいありがたがるってやっぱまあそれは僕も必要かな大事かなと思ってちゃんと、何って言ってんのかなって思うね歌詞の人ねいい歌やけど。で僕の場合はあまり、そう話上手じゃないし、なんか、あんまり、上手に喋れないので余計に今何言ってるんだろうっていうようなね、発音、何あれ何っていうの滑舌か、そういうのもあるし、やっぱり周りに人が見えるから小さい音で聞きたい時とかに字幕があるとすごいありがたいよね。そうやろうね。マーチャさんの声は聞きたくないっていいやん。本当ね、電車十分よそれで、動画でこれこうやってこれ見てくださいっていう感じでさ、見れるやん。で字幕があればそれで十分よね。それは大事かなと思って、だから、本来の陶芸の技術の話と古美術のものの見方とかかな。何っていうの包み隠さず、技術とか話をしたいっていうのがもともとのきっかけかな。なぜかっていうと陶芸を新しくね陶芸の道に進むっていう若い方が近年すごく激減してるので、養成学校っていうかね、教育機関があるんだけど幼業の入学とか入所希望の若い方が本当に少ない。昔は試験があったぐらい？いや、倍率めちゃくちゃ高くて普通に入れなかった。それが今やね、定員割れ。定員割れで、もちろん学校としてさ、運営は赤字や採算合わない。あくまでまあそういうまあいろいろ補助はあると思うけど、だからこそ言い方があれだけど秘伝とか奥義とかね、そういうレベルのとこの話をもっとしていきたいなと思ってる。してるけどこの1年で、まあペタライト、幼鳥石の話をね、ばったりあの方がもっと詳しくお話を聞きたいって、あれやね、豊造資料館のねあった方万博のプログラムの時にたまたま参加者じゃなくて、たまたま見えた方やね。かもしれんね。来てくれたのね。ありがたい話やね。まずそこで嬉しかったよね。でそこで幼鳥石やわね。あんまりまあ僕どっちかというとペタライト使うのはトークロっぽくてあんまりまあその話はいいとして、そのなんていうんかな、絶滅危惧を避けたいのと、そうやね、水月釜のようなああいう無形文化財
あれ水月窯自体が多治見市の無形文化財だよね。水月窯こそもちろん理想はね、若い子をね、水月窯の技術を持って育っていくのが理想やけどね、そういうとこかな。やっぱりちょっと前にさ、なんか人間国宝はって言っとったやん。結構ヒートアップしてあれで喋ってたけど、後を継ぐものに継いでいかないといけないのが最終的なその人の義務。義務だね。よくドラマとか映画でもあるやん、師匠と弟子がおってさ。そうよね。でまあそういうことか。アナキン・スカイウォーカーみたいなもんだね。あとね、まああれは光と闇の話やけどさフォースの話と一緒かなとは思ったりするけど、まあちょっと違うけど、違うって全然話違うけど、そこ大事かなと思ってるので、共通して言えるのは地域のお祭りもそうやね。わかる？お祭りって途絶えたらもうそのお祭りってほぼ、そういう継いでいかないといけないものを伝えていきたいと思ってる。そうやね。はい。で、なんでそんな陶芸古美術なのに畑とか農園とか菜園園芸農業やってるのっていうことですけど、まあ似たような話でご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録お願いします。ありがとうございました。